応答太宰治。我山に向かいて目をあぐ。詩編第121。子供より親が大事と思いたい。子供のためになどと古風な同学者みたいなことを首相らしく考えてみても、何、子供よりもその親の方が弱いのだ。少なくとも私の家庭においてはそうである。まさか自分が老人になってから子供に助けられ世話になろうなどというずうずうしい虫のよい下心は全く持ち合わせてはいないけれども、この親はその家庭において常に子供たちのご機嫌ばかり伺っている。子供といっても私のところの子供たちは皆まだひどく幼い。長女は7歳、長男は4歳、次女は1歳である。それでもすでにそれぞれ両親を圧倒し続けている。父と母はさながら子供たちの下男下女の趣を呈しているのである。夏、家族全部三畳間に集まり、大にぎやか大混乱の夕食をしたため、父はタオルでやたらに顔の汗を拭き、飯食って大汗かくもけびたことと柳だるにあったけれども、どうもこんなに子供たちがうるさくてはいかにお上品なお父さんといえども汗が流れると一人ぶつぶつ不平を言い出す。母は1歳の次女におっぱいを含ませながら、そうしてお父さんと長女と長男のお給仕をするやら、子供たちのこぼしたものを拭くやら拾うやら、鼻をかんでやるやら、八面六臂のすさまじい働きをして、お父さんはお花に一番汗をおかけになるようね。いつもせわしくお花を拭いていらっしゃる。父は苦笑して、それじゃあお前はどこだ？内股かね？お上品なお父さんですこと。いや、何もお前、医学的な話じゃないか。上品も下品もない。私はね、と母は少し真面目な顔になり、このお乳とお乳の間に涙の谷、涙の谷。父は黙して食事を続けた。私は家庭にあってはいつも冗談を言っている。それこそ心には悩み患うことの多いゆえに、表には気楽をよそわざるを得ないとでも言おうか。いや、家庭にある時ばかりでなく、私は人に接する時でも、心がどんなに辛くても、体がどんなに苦しくても、ほとんど必死で
楽しい雰囲気を作ることに努力する。そうして客と別れた後、私は疲労によろめき、お金のこと、道徳のこと、自殺のことを考える。いや、それは人に接する場合だけではない。小説を書くときもそれと同じである。私は悲しいときにかえって軽い楽しい物語の想像に努力する。自分では最もおいしい奉仕のつもりでいるのだが、人はそれに気づかず、太宰という作家もこの頃は軽薄である。面白さだけで読者を釣る、すこぶる安易と私を蔑む。人間が人間に奉仕するというのは悪いことであろうか。もったいぶってなかなか笑わぬというのは良いことであろうか。つまり私はクソ真面目で興ざめな気まずいことに耐えきれないのだ。私は私の家庭においても絶えず冗談を言い、薄氷を踏む思いで冗談を言い、一部の読者批評家の想像を裏切り、私の部屋の畳は新しく、気丈は整頓せられ、夫婦はいたわり尊敬し合い、夫は妻を撃ったことなどないのは無論、出て行け出て行きますなどの乱暴な口争いしたことさえ一度もなかったし、父も母も負けずに子供を可愛がり、子供たちも父母に陽気によく懐く。しかしこれは外見。母が胸を開けると涙の谷。父の寝汗もいよいよひどく、夫婦は互いに相手の苦痛を知っているのだが、それに触らないように努めて、父が冗談を言えば母も笑う。しかしその時、涙の谷と母に言われて父は黙し、何か冗談を言って切り返そうと思っても、とっさにうまい言葉が浮かばず、黙し続けると、いよいよ気まずさが募り、さすがの通人の父も、とうとう真面目な顔になってしまって、誰か人を雇いなさい。どうしたってそうしなければいけない。と母の機嫌を損じないように、おっかなびっくり独り言のようにつぶやく。子供が3人。父は家事には全然無能である。布団さえ自分であげない。そうしてただもう馬鹿げた冗談ばかり言っている。配給だの登録だの、そんなことは何も知らない。全然宿屋住まいでもしているような形。来客供応。仕事部屋にお弁当を持って出かけて、それっきり1週間もご帰宅にならないこともある。仕事仕事といつも騒いでいるけれども、1日に2、3枚くらいしかお出来にならないようである。あとは酒。
飲みすぎるとげっそり痩せてしまって寝込む。その上あちこちに若い女の友達などもある様子だ。子供、7歳の長女も今年の春に生まれた次女も少し風邪をひきやすいけれども、まずまあ人並み。しかし4歳の長男は痩せこけていてまだ立てない。言葉はあーとかだーとか言うきりで一語も話せず、また人の言葉を聞き分けることもできない。はって歩いていてうんこもおしっこも教えない。それでいてご飯は実にたくさん食べる。けれどもいつも痩せて小さく、髪の毛も薄く、少しも成長しない。父も母もこの長男について深く話し合うことを避ける。白痴、推し、それを一言でも口に出して言って二人で肯定し合うのはあまりに悲惨だからである。母は時々この子を固く抱きしめる。父はしばしば発作的にこの子を抱いて川に飛び込み死んでしまいたく思う。推しの次男を惨殺す。罰日正午過ぎ、罰区罰町罰番地罰省。南坊53さんは自宅6畳まで次男南坊18君の頭を巻き針で一撃して殺害。自分はハサミで喉をついたが死にきれず、付近の医院に収容したが既得。同家では最近次女某22、3に養子を迎えたが、次男が推しの上に少し頭が悪いので、娘可愛さから思い余ったもの。こんな新聞の記事もまた私にやけ酒を飲ませるのである。ああ、ただ単に発育が遅れているというだけのことであってくれたら、この次男が今に急に成長し、父母の心配を憤り嘲笑するようになってくれたら、夫婦は親戚にも友人にも誰にも告げず、密かに心でそれを念じながら、表面は何も気にしていないみたいに長男をからかって笑っている。母も精一杯の努力で生きているのだろうが、父もまた一生懸命であった。もともとあまりたくさん書ける小説家ではないのである。極端な小心者なのである。それが公衆の面前に引き出され、へどもどしながら書いているのである。書くのがつらくて、やけ酒に救いを求める。やけ酒というのは、自分の思っていることを主張できないもどっかしさ、いまいましさで飲む酒のことである。いつでも自分の思っていることをはっきり主張できる人はやけ酒なんか飲まない。女に酒飲みの少ないのはこの理由からである。私は議論をして
勝った試しがない。必ず負けるのである。相手の確信の強さ、自己肯定の凄まじさに圧倒せられるのである。そうして私は沈黙する。しかし、だんだん考えてみると、相手の身勝手に気がつき、ただこっちばかりが悪いのではないのが確信せられてくるのだが、一度言い負けたくせにまたしつこく戦闘を開始するのも陰惨だし、それに私には言い争いは殴り合いと同じくらいにいつまでも不快な憎しみとして残るので、怒りに震えながらも笑い、沈黙し、それからいろいろさまざま考え、ついやけ酒ということになるのである。はっきり言おう。くどくどとあちこち持って回った書き方をしたが、実はこの小説、夫婦喧嘩の小説なのである。涙の谷、それが導火線であった。この夫婦はすでに述べた通り、手荒なことはもちろん、口汚く罵り合ったことさえない。すこぶるおとなしい一組ではあるが、しかしそれだけまた一触即発の危険におののいているところもあった。両方が無言で相手の悪さの証拠固めをしているような危険。一枚の札をちらと見せては伏せ、また一枚ちらと見せては伏せ、いつか出し抜けに、さあできましたと札を揃えて眼前に広げられるような危険。それが夫婦を互いに遠慮深くさせていたと言って言えないところがないでもなかった。妻の方はとにかく、夫の方は叩けば叩くほどいくらでも誇りの出そうな男なのである。涙の谷、そう言われて夫は悲願だ。しかし言い争いは好まない。沈黙した。お前は俺に幾分当てつける気持ちでそう言ったのだろうが、しかし泣いているのはお前だけではない。俺だってお前に負けず子供のことは考えている。自分の家庭は大事だと思っている。子供が夜中に変な咳一つしてもきっと目が覚めてたまらない気持ちになる。もう少しましな家に引っ越してお前や子供たちを喜ばせてあげたくてならぬが、しかし俺にはどうしてもそこまで手が回らないのだ。これでもう精一杯なのだ。俺だって凶暴な魔物ではない。妻子を見殺しにして平然というような度胸を持ってはいないのだ。配給や登録のことだって知らないのではない。知る暇がないのだ。父はそう心の中でつぶやき、しかしそれを言い出す自信もなく、また言い出して母から何か切り返されたらぐうの音も出ないような気もして、
誰か人を雇いなさいと独り言みたいにわずかに主張してみた次第なのだ。母も一体無口な方である。しかし言うことにいつも冷たい自信を持っていた。この母に限らずどこの女も大抵そんなものであるが、でもなかなか来てくれる人もありませんから、探せばきっと見つかりますよ。来てくれる人がないんじゃない、いてくれる人がないんじゃないかな。私が人を使うのが下手だとおっしゃるのですか？そんな。父はまた黙した。実はそう思っていたのだ。しかし黙した。ああ、誰か一人雇ってくれたらいい。母が末の子を背負って用足しに外に出かけると、父は後の二人の子の世話を見なければならぬ。そうして来客が毎日決まって10人くらいずつある。仕事部屋の方へ出かけたいんだけど。これからですか？そう。どうしても今夜のうちに書き上げなければならない仕事があるんだ。それは嘘ではなかった。しかし家の中の憂鬱から逃れたい気もあったのである。今夜は私、妹のところへ行ってきたいと思っているのですけど。それも私は知っていた。妹は重体なのだ。しかし女房が見舞いに行けば、私は子供のおもりをしていなければならぬ。だから人を雇って言いかけて、私はよした。女房の身内の人のことに少しでも触れると、ひどく二人の気持ちがややこしくなる。生きるということは大変なことだ。あちこちから鎖が絡まっていて、少しでも動くと血が噴き出す。私は黙って立って、六畳間の机の引き出しから香料の入っている封筒を取り出し、たもとに突っ込んで、それから原稿用紙と辞書を黒い風呂敷に包み、物体でないみたいにふわりと外に出る。もう仕事どころではない。自殺のことばかり考えている。そうして酒を飲む場所へまっすぐに行く。いらっしゃい。飲もう。今日はまたバカにきれいな島を。あなたのすく島だと思っていたの。今日は夫婦喧嘩でね。院にこもってやりきれねえんだ。飲もう。今夜泊まるぜ。断然泊まる。子供よりも親が大事と思いたい。子供よりもその親の方が弱いのだ。応答が出た。私の家では子供たちに贅沢なものを食べさせない。子供たちは応答など見たこともないかもしれない。食べさせたら喜ぶだろう。父が持って帰ったら喜ぶだろう。鶴を糸でつないで首にかけると、応答はサンゴの首飾りのように見えるだろう。しかし
父は大皿に盛られた応答を極めてまずそうに食べては種を吐き、食べては種を吐き、食べては種を吐き、そうして心の中で虚勢みたいにつぶやく言葉は、子供よりも親が大事。いかがでしたでしょうか。父であり夫である主人公、その弱さゆえの心のトロ。皆さんはどう思われたでしょうか。それではまた次のお話でお会いしましょう。